世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストとして掲げております。はい、タカと申します。今回は両馬券の制作続きからになりますね。前回は3本前の動画でしたかね。両馬券のセットアップのところまで終わらせているという状態でした。今週の作業でですね、一通り手を加えまして、両馬券の良さと言いますかね。両馬券ってこんな感じの動きしたいよね。みたいなところまでちょっとお見せできるようにね、制作の方を進めていったので、それをね、皆さんに共有していきたいと思います。現状既存の武器で完成している片手剣、デフォルトのね、片手剣っていう武器があるんですけど、それと比べてね、どういった差別化をしていくのかだったりとか、そういったところもお話しできればなと思います。あと、今週は合わせてですね、セカンドステージのマップ制作の方もちょこっとね、進めてましたので、せっかくなのでね、動画撮影の背景としてちょっとセカンドステージの制作中のマップのところを一部使っていきたいなと思います。また、今回もですね、コメント欄の意見の共有っていうところをやっていきたいと思うんですが、今回は一つ前の動画なので、セカンドステージのマップ制作編ですね、こちらの動画から気になったものをいくつかピックアップして共有していけたらなと思います。それでは早速行ってみましょう。このゲームはですね、攻撃の強度が3段階用意されてまして、それぞれ側撃、銃撃、再撃となっております。両馬剣においてはですね、側撃はまず出の速い単発の攻撃、扱いやすいものを取り揃えています。そしてこれが銃撃になるとですね、回転しながら複数回切りつけるような、より両馬剣らしいモーションが増えてきます。中には溜めてから叩きつける力強い攻撃だったりとか、あとは試験的にね、こういった切り下がり攻撃なんかも導入してみてます。そして最後に再撃なんですが、こちらはより個性の際立ったね、癖の強いモーションを取り揃えています。敵を空中に浮かせるコンボの指導技だったりとか、相手との距離を大きく詰める突進技、そして両馬剣の極みとも言えるような手数のめちゃくちゃ多い拘束時間の長い攻撃。この技なんかはコンボに組み込むことで火力をめちゃくちゃアップさせることができそうですね。そしてこのゲームにはね、攻撃の方向という概念もありますので、左スティックを入力することによって上下左右ね、また違った攻撃モーションを出すことができるようになっております。これはスマブラの強攻撃なんかと似たような概念ですね。そういった様々な攻撃モーションの中からですね、相性のいいもの同士をつなげていくと、左上連撃と呼ばれる強力な連携を組むことができます。これは敵にね、割り込む隙を与えないような強いコンボルートになっているわけなんですが、試しにちょっと側撃でね、左上連撃組んでみましょうか。こんな感じですね。今のはちなみにニュートラル、ニュートラル、右、右といった順番で入力しました。かなり扱いやすい連携ですね。一応現状ですね、これ制作中なので、製品版でも同様のルートが左上連撃になってるかどうかっていうところまではちょっとお約束できないんですが、その辺だけね、ちょっと留意してご覧ください。で、こういった方向攻撃とかですね、左上連撃といった要素は、本来であればね、スキルツリーで一つ一つね、新しい技として獲得して、徐々に覚えていくというようなゲームサイクルになってるんですけども、制作の都合上ですね、今ちょっと全部の技を出せる。つまりすでにスキルをね、すべて解放した状態というような、そんなチート状態で制作を行ってます。あと、それぞれの攻撃モーションのね、キャンセルタイミングっていうのも、ちょっとね、現状まだ細部までは設定ちゃんとはできてないので、今のバージョンだと多分おそらくほとんどの攻撃からほとんどの攻撃へ左上連撃つなげることができてしまうという最強武器状態になってしまってるんですが、その中でもね、おそらく製品版に実装するであろう左上連撃のルートをね、今回のプレイでは使っていくことにしようと思います。この武器作ってて思ったのが、やっぱこれリーチと攻撃範囲がめちゃくちゃ広いですね。それ自体はこの武器そのもののね、コンセプトにも合ってるので、いいかなとは思うんですが、それにしてもちょっと武器サイズでかくしすぎたか感はちょっとあったりします。なんですが、このゲームはね、シングルプレイ専用のゲームで、対人要素とかはね、今回は作らないので、ぶっちゃけね、現状のこの武器のデカさそのままで、ちょっと製品版までね、行って大丈夫じゃないかなと考えてます。やっぱどの武器握った時もね、しっかりとその武器の個性とか強さっていうものを味わえるようにね、残しておくっていうことがやっぱり大事だと思うので、そういう意味ではね、この両馬剣今のところすごい合格だと思います。今まで散々ね、片手剣使ってテストプレイしてきてたんですけど、そこをね、同じステージを両馬剣とかで攻略すると、やっぱこう、複数の雑魚戦とかね、めちゃくちゃ楽できたりするんで、しっかりと違うゲームプレイ感になっててね、差別化できてるんじゃないかなと感じてます。逆に片手剣と比べてね、弱いところというと、やっぱり攻撃の発生速度ですかね。特に側撃なんかはね、その煽りを最も受ける攻撃だと思うんですけど、こればっかりはしょうがないですよね。ちょっと片手剣よりは遅いぐらいに仕上げたいなと思ってます。多分現状のバージョンだとおそらく片手剣と同等ぐらいの速度で
とりあえず作ってるので、かなり強武器感は出てますかね。これで側撃をもうちょい遅くした感じに製品版はね、おそらくなってるかと思います。あと、今回の話からは脱線するんですけど、片手剣ですね。今の話聞いてるとめちゃくちゃ弱いんじゃねえかって不安に思った方いるかもしれないんですが、大丈夫です。こいつね、いわば何でもできるマンなんですよね。いわゆるハイスタンダードタイプの武器として作っていて、その何でもできるという特性から、やっぱり制作のね、一番手として最初に作る武器として選んだっていうのもそこに理由があったりします。攻撃の発生速度とかね、火力っていう面も、平均以上はありますし、先ほど話題に出てたね、リーチっていう面においても、一応踏み込み距離とかを合わせると、そこそこあるよねっていうような、結構モーションの性能でね、釣り合い取ってたりとかもするので、あとはあれですね、ジャストパリとかジャスト回避の性能。この辺はちょっと武器間で結構差をつけようと思ってる箇所なんですけど、このジャストパリ、ジャスト回避においても、どちらとも平均以上の性能を持つ武器として位置づけようとしてますので、このデフォルト武器、初期武器の片手剣も、最初から最後までね、使っていくプレイヤーも中には出るような、そんな感じのね、位置づけになるように頑張って作っていきたいと思ってます。では実際に両馬剣の左上連撃ね、ちょっと見ていこうと思うんですけど、じゃあどうしようかな。指導技は、これ結構別に何でもいいんですけど、とりあえず側撃をね、2回刻みます。ニュートラルとかでもいいし、下とかでもいいですし、別に上とかでもいいですね。だいたい2回は刻めるようになってるんで。刻んでもらったら次はここで突きを出します。これは右の側撃ですね。この何か2つを刻んで突きにつなげるっていうのが一応側撃の基本ムーブになってますね。で、突きにつなげたらそのままですね、銃撃につないでいきます。ここでしっかり火力を取っていく感じですね。複数回ヒットする回転系の銃撃につなぐと。で、ここで一旦左上連撃終わってもいいんですが、ゲージに余裕があるときはね、1本ゲージ支払ってアーツまでつなげていくと、これめちゃくちゃかっこいい連携になります。流れで最後までやるとこんな感じですね。これはね、もう両馬剣使いなら必ず押さえておきたい重要な左上連撃となっております。この連撃のメカニズムをね、ちょっと見ていこうと思うんですが、核となってくるのはやはり突きのモーションですね。これ実はね、初段で出すとこんな感じになります。ちょっと溜めてから踏み込んで突きを出すっていう感じで、ニュートラルの側撃とかと比べるとね、どうしてもちょっと遅い攻撃になってます。その分ね、めちゃくちゃ踏み込んで突くんで、リーチはピカイチって感じなんですが、どうしても発生速度がちょっと遅いですよと。なんですが、これ左上連撃の中に組み込むとね、わかりますかね？初段で出すよりもかなり発生が速くなってます。前突きに当たるための部分が短縮されている感じですね。これがいわゆる左上連撃の相性の良い攻撃同士をつなぐという要素ですね。こういった技同士の相性っていうのは、全てね、スキルツリーにちゃんと書いてあるので、そこを確認したりとかね、すればわかる話ではあるんですが、でもいちいち確認するのってちょっと面倒じゃないですか。もう覚えるのも難しいし。ということで、実はね、これ法則性が結構あるんですよね。重要となってくるのが、攻撃を振った後の武器の位置ですね。例えばニュートラルの側撃1段目なんかは、攻撃振り終わった後にね、武器が体の左側にあるかと思います。反対にニュートラル側撃の2段目なんかは、攻撃振り終わった後、武器が右側にありますね。この攻撃後に武器が体のどちら側にあるかっていうところに着目してもらえると、その後ね、どの方向攻撃につながりやすいかっていうものがちょっと感覚的にね、見えてくるかと思います。つまり突き攻撃をね、素早く出したい場合は、左から右に切る攻撃なんかの後に突き攻撃を入力すると OK といったところですね。これは別に突き攻撃に限った話ではなくて、こういう連携とか、こういった連携なんかもその法則にのっとって素早い連携になってますね。つまりざっくりまとめると、右左とか、左右とか、あるいは上下上みたいな、そんな感じのルートで繋いでいくことで左上連撃が生まれやすいということになりますね。ただこれはあくまでね、そういう法則性があるというだけで、全部の攻撃が絶対そうなるというわけではありません。もしね、全部の攻撃がそのルールにのっとってしまうと、こんな感じで右左右左右左といった無限コンボが生まれてしまったりするので、そういうものはね、生まれないように一応システム側でロックをかけてたりするところもあるんですが、おおむねね、こういったルール、法則性で左上連撃作っていってますので、覚える際のね、参考にしてみてください。
こういったことはね、チュートリアルのステージを片手剣でね、最初にプレイすることになると思うんですが、そのプレイの中でね、自然と感覚的にわかるようになってるかと思いますので、今回はね、動画なので言葉でこうやって説明させてもらったんですが、実際にプレイするときはね、キャラクターをしっかり動かして、操作感の中でね、覚えていけることかと思います。現実世界でもね、毛先切りした後はそのままの位置から切り上げる動きがやりやすいよねとかはやっぱりあると思うので、そういった現実的というか、直感的に考えても非常に馴染みやすい仕様になっているのかなと思います。はい。じゃあ、ここからはね、前回動画についていたコメントの中から気になったものね、いくつかピックアップして紹介していきたいと思います。まずはこちら。以前から気になっていたのですが、後ろのような階層のある建物の上層にいる場合、地罰はどうやって対象者まで届くのでしょうかということで、こちらですね、百聞は一見にしかずということで、実際にゲーム内で地罰を起こしてみましょうか。というわけで、こんな感じになりますと。これは状況的には2階の床面から発生しているという感じですね。1階部分から貫通してきているっていうわけではないようです。これはですね、もちろんゲームの開発都合的に、こういう仕様にした方が作りやすいからという側面もあったりはするんですが、世界観的にはね、あくまで地罰という名前は、人間が観測して付けた名前に過ぎないものであるということが挙げられます。つまり地罰はね、必ずしも大地から生えてくる現象というわけではないというのが回答になってくるかなと思います。メインエネルギーっていうのは大地、つまりこの惑星の中心部から湧き上がってくるエネルギーであることは間違いないんですが、そのエネルギーはね、もはや大地を超えて大気中にまでね、漂っているような、そんな強力かつ膨大なエネルギーということで、地罰が発生する際もそういったエネルギーが座標に対して急激に凝縮、具現化して地罰の形となるというイメージになりますね。なのでもしかしたら現実世界でいうところの雷なんかに近いのかもしれません。雷がね、もしファンタジー世界における天空神の天罰であるとしたら、おそらくね、洞窟の内部とかで天空神の怒りに触れてしまうと、洞窟の内部でもね、天罰は発生することでしょう。その場合は洞窟の、上の天井部分から雷が落ちてくるみたいな、そんな表現になるかなと思うんですが、うちのゲームの地罰でもそれと同様のことが起こっていると考えると分かりやすいかもしれません。では次、やっぱりファーストステージとほとんど景色が一緒で新鮮味がないように感じる。ゴースト・オブ・ツシマのように若干不自然でもイチョウや桜の木、天候などで色彩に変化があった方がいいと思うということで、これですね、僕も同じように考えてまして、今回ね、背景の映像でセカンドステージ使ってたと思うんですが、前回の動画からね、だいぶ変化がついてたかなと思います。というのも植物ですね、地面に生えている草のところで少しね、ちょっと色味を出すようにしました。これはまだまだほんの序の口でね、他にもいろいろファーストステージとね、変化つけていきたいと思ってるんですが、中でもコスパが高そうなのは、やはり植物だったりとか、あと木ですね、生えている木の種類だったり、それから背景の占有率として高い、岩ですね。あたりは色調にね、変化加えるとかなり全体ステージとしての見栄えは変わってきそうだなと思ってます。ただ岩に関してはね、なんかそこまで色とりどりの岩っていうものが、普通はね、あまりないと思うので変化つけづらいかもしれないんですが、うちのゲームはね、地罰っていう色付きの岩が、都合よくありますので、辺の発生したてのね、若い地罰ですよね。メインエネルギーの色がまだ色づいている。青色の地罰をたくさん配置してみたりだとか。こっから先はね、まだ検討中という感じなんですが、もうちょっとね、こう、汚れたといいますか、おどろおどろしい雰囲気のところも、このセカンドステージは一部追加していきたいと思ってまして、というのも、敵国の白ナがですね、こちらを占領してから、どうやらこのジラの島においても、石付きをね、人工的に生産する、人体実験、生物実験を行っているようでして、それらの実験の途中でね、言われてしまった廃棄物と言いましょうか。言い方かなり悪いですが、そういったものをね、一箇所にまとめて廃棄しているという、そういった設定があったりします。そういう場所はですね、もちろん汚れた負のメインエネルギーがね、溜まってしまうということで、その表現としてね、赤色の地罰とか、赤色のメインエネルギーが湧き出してるみたいな、そういう表現はね、かなりありなんじゃないかなと考えてます。今作でね、どこまで表現できるかはわからないんですが、少なくともね、そういうマイナス方向のメインエネルギー、汚れたエネルギーみたいな概念は、将来的にはね、入れたいなというふうに思ってましたので、今作のそのセカンドステージでもね、赤色の地罰とかがもしかしたら局所的にね、発生しているという絵はね、見ることができるようになるかもしれません。あと天候に関してはね、これはちょっと技術的な問題からね、晴れオンリーでいきたいかなと思っています。ただ空の色とかはね、比較的簡単に変えれるので、それに関してはサードステージとかはね、ちょっと変えるのもありかななんて思ってます。次です。
初めて見ましたが、このジャンルは大手メーカーに勝てるものなんでしょうか？どういうマーケティングかわかんないですが、個人でしか作れないジャンルで成功したのがさくな姫で、大手が作れるものは大手のメーカーのものを買いませんかということで、これはまさにおっしゃる通りその通りでございますと。これに関するお話はね、前回動画でも確かしてたと思うんですが、一応ね、短くざっくりまとめると、まずこのジャンル選びですね。少人数の開発規模で、クオリティを出すのが、非常に難しい、こういったアクション RPG というジャンル、ソウルライクと言ってもいいですね。そこを選んだ理由というのはもう完全にこのハイタカ自身の、言ったらわがままであるというのが回答になりますかね。このジャンルが作りたいねんっていうのがもう本音です。なので、もちろんね、それでクオリティが上がらなくて、結果売り上げも上がらなかったとかなれば、すべて僕自身の責任ではあるんですが、一方でですね、その、心の底から愛したジャンルのゲームを作ることによって、間違いなくね、モチベーションが上がったり、それによってパフォーマンス、開発のパフォーマンスが上がるということも、これはね、間違いなくあります。断言できます。現状の僕がね、それを実感しながら作ってますので、一応ね、そういった効果もありつつ、本筋としては好きだから作ってますという、回答になってきます。ただその中でね、もうジャンルとして選んでしまったからにはね、完成させることをもう第一目標として、実際作っていく際に発生する様々な問題とかタスクに関しては非常に冷徹な判断を下していってます。それが前回動画でも言ってたね、ドラゴンとの戦闘をカットするとか、そういったところですよね。一個一個の具体的なタスクに関しては、めちゃくちゃ冷酷に判断を下しつつ、すごく挑戦的なというか、野心的なジャンル選び、こういったゴリゴリのアクション RPG を選んだというね、その信念は貫き通すっていう。これ結構二律背反というかね、ここに大きなギャップが生まれているので、視聴者にとってはね、そこが不安に映る場合もあるっていう、そういった問題もあります。というのが前回のね、お話でございました。で、一応売れるかどうかっていう問いなんですが、これに関してはね、一応可能性は全然あると思ってて、やっぱりうちのゲームの売りである戦闘面ですよね。これはしっかり PV さえ見てもらえればね、戦闘シーン見てもらえれば、十分魅力は伝わるような出来にすでになってると思います。Twitter とかでもね、結構海外のユーザーさんから反応いただいてたりするので、気になる方はね、Twitter の方覗いてみてください。あとはそこに低価格っていうね、要素も加わってくるかと思います。だいたい1000円前後とかでね、出そうと思っているので、戦闘シーンのね、PV 見てもらって、ぐさっとね、心に刺さったプレイヤーにとっては、それが非常に低価格なね、料金で試せるとなってくると、かなりね、手に取ってもらいやすい理由になってくるんじゃないかなと思います。やっぱ戦闘ってゲームの要素として一番強いと思うんですよ。実際手に取ってやるのが一番面白いっていうね。だからこそゲーム実況されても問題ないというか、逆にシナジーありますもんね。この点においてはアクション RPG っていうね、骨太の戦闘を含んだジャンルを選んだのが功を奏してるかなと思います。あとは僕自身の強みである YouTube の発信力ですね。ここから大手の配信者とかにね、広がって、そっちの方でバズったりとかっていうのが加わってくると、さらに売り上げ伸びてくるかなと思います。で、最後は海外受けがどうなるかといったところですかね。これに関してはさっきも言った通り、Twitter 上で結構好評なのと、あと前作のね、旧知罰体験版も、実は海外の大手 YouTuber なんかに複数取り上げられてたりします。ちょっとね、前作は無料の体験版までだったので、有料になった場合、これがどういう反応になってくるかっていうのはまた変わってくると思うんですが、そういった感じで海外受けっていうのもね、かなり重要になってくるかなと感じております。次です。重要なところだけ字幕を入れるスタイル見やすかったです。ということで、これね、そうなんですよね。最近ちょっと尺の長い動画が増えてきてるので、おのずとね、字幕の量もちょっと減ってるっていう、それだけの話なんですが、この方にとっては好評だったみたいで、良かったです。これね、別に作為的にこういうコメントを選んでるっていうわけじゃなくて、字幕に関して触れてるコメントがこの方だけだったので、ちょっと紹介させてもらいました。僕ですね、動画作成に当てる時間を、週末のね、休日のうちの半日分だけっていう風に、自分の中で決めて作業やってるんですけど、そこはね、なるべく変えずに動画の時間というか、喋ってる内容を濃くしていこうという方針で最近ちょっと作ってますので、今後もね、こういうスタイルのものが続いていくかなと思っております。次です。これね、ラストなんですけど、ちょっと変わり種の質問を持ってきました。ゲーム制作の専門学校に通っていた間はどのような勉強をされていたのでしょうか？プログラミングやグラフィック関連の知識をどの程度学べるのか興味がありますということで、僕はですね、一応大阪のゲーム制作の学校で調べると、大体ね、2つぐらい大手の学校がね、最初に出てくると思うんですが、そのうちの片方に通ってました。基本的にね、そういう大手のところを言っとけば、その業界に就職するために必要な知識として
しては、問題なくね、学べると思います。僕が通ってた当時でね、すでにアンリアルエンジンの授業があったりしたので、今もカリキュラムにね、そういう授業あるんじゃないかなと思います。その辺はちょっとね、個別に調べてみてください。あとはソフトイマージュっていうね、今はあんまり使われてないソフトウェアなんですけど、モーションを作るソフトですね、の授業があったりとか、プランナー向けの企画書を書く授業なんかもあったりしました。それからメインとしては C プラの授業ですね。プログラミングの基礎から学ぶことができます。あと、就活に役立つね、基本情報技術者試験っていう、業界に就職する人ならね、みんなエントリーシートに絶対書くっていう、おまじないみたいな資格があったりするんですけど、それに関してはね、授業でしっかり対策とかやってくれるんで、半自動的にね、取ることができるかなと思います。基本的にね、高校卒業して4年生のコースとか行く方が多いと思うんですが、僕はね、ちょっと大学で留年したりとか、中退したりとか、いろいろ時間を浪費してましたので、自分は2年生のコースでね、入学して卒業までしてます。で、大体ですね、3つコースがあって、プログラマーコース、グラフィッカーのコース、それから最後企画、プランナーのコースっていう風に分かれてると思うんですが、おすすめとしてはね、プログラマーかグラフィッカーのコース、このどちらかを選ぶことをお勧めします。というのもですね、企画っていうのは、ぶっちゃけセンスというか、大体ね、企画書の書き方とか学んだりするんですけど、正直ゲームの開発って、ディレクター一人がね、企画書を書けばそれで終了なんで、あんまね、下っ端のプランナーが企画書を書くことって実はないんですよね。実際に企画がやることとしては、自分の担当する箇所。僕だったらね、就職してた当時、敵キャラクターを何体かね、数体任されてたわけなんですが、その数体の敵キャラを、犯罪以外のね、何してもいいんで、とにかく面白いものに仕上げるというのが業務内容になってきます。つまり、コメ力とかの方がよっぽど重要ですよね。周りのプログラマーさんとかね、グラフィッカーさんと仲良くしてね、できるだけ自分の敵キャラにいい実装をやってもらうとか。あと実務内容として多いのは、ぶっちゃけプログラム書いたりします。というかスクリプト言語っていうね、ちょっと簡易版のプログラムみたいな感じなんですけど、ルアーとかね、そういう言語で実際に敵キャラのコードパターンですよね、とかを組んでいったりします。基本的にそういう部分ってね、プログラマーの方が作ってる印象あると思うんですけど、プログラマーの方はですね、例えばこの命令文書いたら敵キャラがプレイヤーに向けて攻撃振ってくれるよとか、あとこの命令文にこの引数突っ込んだら、その数値分前進してプレイヤーを追いかけてくれるよとか、そういった部品ですよね。パーツを作ってくれるのがプログラマーさんっていう感じで、そこから先、こういう場合はこういう行動をする。みたいなところを組んでいくのは、全部その敵キャラの担当企画の仕事になってくるので、企画としてね、入社する場合もそういったプログラミングの知識が多少あった方が強いかなと思います。僕は実際2年生のね、プログラマーのコースを、受けていました。あと、就職作品を作るっていう観点からも、プログラマーのコースは結構おすすめですね。専門学校入るとね、大体ポートフォリオとして、就活の時にね、提出する作品としてゲームを1本作ったりするんですが、で、この就職作品っていうね、大事なものを作る上で、必要な知識とかはね、全部ちゃんとその大手の学校に行ってれば、ちゃんと教員の方から学ぶことができるんですけど、ぶっちゃけ授業だけ受けてるとちょっときついかなと思います。当時はですね、僕放課後毎日学校に残って9時までね、就職作品を作るっていう制作の時間に当ててました。で、基本ね、その専門学校に来てる生徒たちとかって、大体はやる気がない子たちが多いので、もうその放課後に関してはね、教室僕らの貸し切り状態でした。冷房のしっかり効いた部屋でね、わからないところとか詰まるところがあったら職員室まで行って先生に質問するみたいなね。そのめちゃくちゃいい環境を2年間フルに使うことができたので、正直そういったところが一番大事かなと思います。周りのやる気ない生徒に流されずに、しっかりと目標に向かって努力し続けるっていう気持ちですよね。そういう熱意がある人だったら専門学校ね、すごくおすすめするんですけど、この熱意がなかった場合は、断言するんですけど 100% 腐っていくと思います。もうそういう人たちをめちゃくちゃ多数見てきました。なので、その辺は自分のね、熱意と相談して決めてもらったらいいんじゃないかなと思います。やっぱ一番無難なのはね、普通に大学に行くことなんじゃないかなと思うんですが、絶対業界に就職したいんだっていうね、ことであれば、専門学校もね、ありだと思います。ゲーム会社がね、直接専門学校まで説明会を開きに来てくれたりとか、そういったコネクションとかもね、結構豊富にあったりするところが、大手だと多いのでね、そこは一つ明確な長所と言えるんじゃないかなと思います。それでは今回はね、ここまでとなります。また来週もよろしくお願いします。